というですね、アメリカ風ってアメリカっぽいっていう意味ではなく、アメリカ風というもみじの何か似たそういうアメリカ風という風化という意味がそうなんです。ちょっともう暗くなりましたけども、本当この時期だけでございますね。一番綺麗なのはですから、ここに関して一番いい時期。最初にできた温泉なんです。そうですか。電柱も内容に使いそうです。はい、ありがとうございます。お世話になります。はい、失礼します。すみません、ちょっと譲ってあ、そうですか。あ、まだ荷物があるんですか。はい。はい、ありがとうございます。足湯ですか。24時間開放しております。そうなんです。40度ほどのお湯に設定しております。40度ですか。そのお隣にこちら源泉流れております。当館の源泉は温度75度ほどあ、そうなんですね。熱い温泉の中でも特に温度が高いそうです温泉にございます。弱アルカリ性の塩化物泉のお湯でございます。こちらでは温泉卵作りしていただきます。中にご用意している卵、お外のカゴに入れて20分ほどお漬けください。新鮮と塩気のついた温泉卵がついております。カウンター右手からコーヒーマシン、アイスキャンディー、アルコール類ご用意しております。アルコール類は夜のみのご提供でございますが、進出して夜は11時まで。昭和32年に建てられた平田正也氏というスケア建築の
立派なお松ありますはい、ありね。がとうございます。大使の森本雄生という方にこの場で描いて。館長、入れ替えを行います。本日からはのれんの色をかけてくださいませ。あ、入れ替えがあるんですね。はい。本日からはあ、はい、わかりました。2時半から3時ですね。10時まで。はい。本日お泊まりのお部屋、総閣。そうか。こちらの総閣。はい、鶴が2番描かれて。失礼します。あ、すごい。すごい木の香りが。わあ、すごい。広々としている。ちょっと失礼します。あ、すごい広い。
そうなんです。温度を保ってあ、でそのままドリンク場行かれる際は部屋からバスタオル持ってください。はい。こちらお風呂ポーチとしてお使いくださいませ。なんか防水になっているので、あ、そうですね。それをはい。マイバッグとしてお持ち帰りいただいてあ、もういいですか。くださいませ。手洗い。あ、すごい大きい。ワインセラーにこスパークリング。あ、ちら日違った。本酒あ、日本酒。クリューの一丁はい。ワインが白赤となっております。ね。こちらは有料ですか。こちらもインクルーシブでございあ、ます。そうなんですか。こちらもすべて地ビールやソフトドリンクなど、あ、地ビール。はい、またお試しください。こちらもこちらもはい、それでございます。
はい。花。花の福井県の県の花。あ、そうなんですか。水仙でございます。北海道の旭川で採られた奈良の木ですか。日本酒はこちら一本木クラシックという福井県の地酒でございます。勝山のにある酒造です。勝山。酒造、久保本店様で勝山にある。先付け、こちらが敦賀産の岩もずく、おさつジュレであえております。生後葉に添えております。敦賀産のもずくはこう細いんですけれども、こう噛み応えのある。こちら黄色い器開けていただきますと、赤甘長唐辛子、くず豆腐でございます。隣に菊菜の初雪あえ、手前に若狭牛の西京焼きで、渋川栗の甲州煮、福井サーモンの湯香焼き、姫人参のもろみそあえ、最後に牡蠣のしぐれ煮でございます。ぜひ今度でもご覧いただきます。菓子でございます。中に上新庄としいたけ、そして加賀野菜の一つである金時草を添えております。こちらも温かいうちに召し上がります。加賀野菜15種類あるうちの一つでございます。そうですか。長野県産本わさび、こちらでおすりくださいませ。お魚が、左手奥から高い器が赤いかのこのわたあえ、ぶり、甘エビ、マグロで、右手が金目鯛、左手にカマス、最後にハタでございます。鶴紫のお醤油は金沢大野の直源さんというよろしければお酒お継ぎいたします。はい、お願いします。ではお願いし失礼います。たします。こちらお魚は、ワカサグチと朝口。サワラの
赤蜜とはい言うんですが、ブドウと真っ黒い。うん。黒いんです黒いですね。ではちょっとで作ってあられるあわらしさんの、コシヒカリ新米でございます。コシヒカお隣お漬物奥がわさび昆布でございます。わさび昆布。こちらは先ほどのわさびまた少し足していただいてもご飯とあ、美味しそうですね。そう。で、ゆず大根とごぼうのたまり漬け、お味噌汁の中にはしめじの新庄が入ってございます。合わせ味噌です。合わせご一緒にお持ちいたしました。こちら地元のさつまいもと富津金時を使ったカステラと金時でございます。チョコレートにフランボワーズと柿、そして桜の実を添えてございます。
お隣ほうれん草のごま和え、こちらがじゃことちくわの和え物で、なすの揚げ浸し、最後に玉こんにゃくと生麩でございます。それの中にはもみじ粉。あ、そうですか。こちらお魚が福井県産のカレイの一味、生姜のたまり漬け、カレイのおつまみ一緒にされております。こちら生湯葉豆腐、お醤油につけてお召し上がりください。柚子風味のきのこ味噌、そしてらっきょうは地元の花らっきょうでございます。隣町肉煮港で名産でございます。天らっきょうで小さくカリカリとした食感が特徴でございます。和紙の塗りの。あ、和紙の塗りなんですか。中にエビや銀杏が入っております。からこっちは昨日湯で、こっちからこっちは今朝湯で。
一番いいと思いますけど。そうそう。乗船時間はこれから35分ほどを予定しており、右手奥には千畳敷ね、足場の良いところが広がっております。階段は下まで続いてますので、誰でも下まで降りて行けます。この奥が東尋坊の船着き場になりますね。はい、波風ない日はこの下の方から発着となりますね。はい、もうちょっと進むと階段見えてきます。階段下降りたところが船着き場になります。乗り降りはちょっとね大変ですね。階段は全部でこれね100段以上あります。そしてその隣に見えている断崖絶壁が大池と呼ばれてますね。これ東尋坊一の名所と言われている断崖絶壁になります。お島でございます。周囲が2キロあります。海抜42メーター。はい、これ無人島になりますね。人は住んでおりません。はい、それではこの辺り絶壁へと岩の様子が変わってまいりました。島のね正面になります。南側でございます。この辺りは東尋坊の岩石をですね上下逆にしたような形になります。東尋坊は柱を立てたようになってますが、この辺りは逆でございますね。柱を吊り下げたような形になります。東尋坊とは逆の形で逆さ岩と呼んでおります。落ちそうで落ちないのがね特徴でございます。またその逆さのまとまった部分、白っぽいところも見えますが、これ一部ですね蜂の巣岩と呼んでおります。下から見上げると蜂の巣ぶら下げたような形になります。白っぽいのは石灰になります。はい、それでは夫婦岩、ね、これ分かりましたでしょうか。左手あたりでございますね。堆積岩でできている2つ並んだ岩があります。その上の方に松が立ってる岩が夫婦岩と呼んでますね。左の方の岩にはメ松、そして右の方の岩にはお松が立っております。これは黒松と赤松でございますね。2つ合わせて夫婦岩、左手に見えております。福井県ですね、恐竜で有名でございますが、東尋坊にも恐竜がいるんですね。ティラノサウルスっぽい模様が、はい、左手にありますが分かりますか。隠れ恐竜でございます。またね、これだけ大きな規模の柱状設備というのは珍しいそうですね。世界では3カ所と言われております。北朝鮮金剛山、ノルウェー西海岸、最後皆さん来られた頃で東尋坊になります。柱状の規模の大きなものが珍しいそうです。柱状設備世界三大絶唱と言われている東尋坊でございます。三角形に見えます岩がライオン岩でございますね。座って前足を投げ出して丘を向いている姿に見える岩、特によく似てますのがね、後ろ姿がよく似てますね。今ね、後ろ側回り込んでいきますのでご覧ください。これだんだん似てきます。耳2つ、たてがみ、腰のひねったところが似てる岩です。はい、じゃあその後ろあたりに今ね近づいてまいりました。船から一番近い岩がライオン岩でございます。この辺りから見てどうでしょうか。左目の前でございます。後ろ姿、お尻こっち向いてます。頭向こう向いてます。どっしりと構えた感じのライオンになります。はい、どうでしょうか。もうちょっと行きますと前足の方も見えてまいりますが、似てるのはこの後ろ姿がよく似てる岩でございます。正面は全然似てないです。はい、先が丸く見えてる岩、ろうそく岩。まもなくタワーのこの真下に重なる岩がろうそく岩でございます。水平線に夕日が沈む頃、丘から見るとですね、ろうそくに火を灯したように見えると言われてます。東尋坊はですね、日本の夕日百選にも選ばれております。